おはようございます。今日は仕事が休みなのでダッシュボードリペアの続きをやっていきたいと思います。今日はデフロスターをなんとかしたいなと思ってます。現状デフロスターはこんだけしかついてないんですよ。もともとついてなくて、これどうしようかなで、一応ここついてるんですけど割れてて、本当だったら新しいやつとか中古でも買いたいんですけど、今こういう値段って上がってるので、あと社外品でアルミ製のやつがヤフオクで売ってるんですけど、1万4000円ぐらいだったかな。アルにはあるんですけど、この、正直そんな見えるようなとこじゃないですし、そこの部品に対してちょっと1万4000円っていうのは僕の価値観としてはちょっと高いなと思ってるので、ちょっと今考えてるのは FRP でもうこれは使わずに FRP でここにパネルを作って、同じような、この細かい穴を作るのは多分無理だと思うんですけど、恥ずかしくないような見た目にできればなと。 FRP だったらね、お金もあんまかかんないので、アルミで自分で切って作ろうかなと思ったんですけど、アルミも今結構高いんですね。アルミのそんな大きくないやつでホームセンターでこの前見たら5000円ぐらいしたんで、それで失敗したらショックだなと思って、 FRP だったらいくら失敗してもへこまないので、一旦それでやってみようと思います。でちょっと失敗したらまた考えます。はい、ではやっていきたいと思います。それでは作業をやっていきます。まずマスキングをしていきたいと思います。ちょっとよく見たらここ割れてるので、取れた。最悪。ちょっともう意味あるか分かんないけど、気持ち程度にボンドで補修していきたいと思います。ショック入った。いや、どこで考えよう。FRP を剥がしやすいようにアルミテープを貼っていきます。とりあえずこんな感じで養生できたので、この上に FRP の樹脂とマットを敷いていきたいと思います。こちらのガラスマットをここに貼り付けて、こちらのポリエステル樹脂で固めていきたいと思います。ダメだ。その前にここもちゃんと養生しないとダメですね。ちょっと先に気づいてよかった。はい、とりあえず養生し直しました。さっき普通にダッシュボードの部分が見えてたんですけど、よく考えたらここ樹脂流し込んだらくっついちゃうなっていうのに、やる直前に気づきまして、やり直しました。よし、では気を取り直してここに FRP を貼っていきます。で、今からここに貼っていくんですけど、なるべく
つなぎ目がない方が頑丈になると思うんですよ。多分難しいと思います。でもやっていきます。これなるべくパーツが少なくならないように本物でガラスマット貼り付けていこうかと思ったんですけど、一本物に切るのがめちゃくちゃ難しいんで、もうちょっと小分けにして少しずつやっていこうと思います。ちょっと作戦変更です。で、切りながらこう樹脂を塗りながらやっていくのがいいかなと思いましたので、そのようにやっていこうと思います。急にめちゃくちゃ雨が降ってきました。カーポートの下で作業やってるんですけど、着込んできてますね。こういう時ガレージがあったらいいんですけど、うちはもうカーポートしかないんで、ちょっと作業をこのまま続けようか、一旦中断しようか悩みますね。ここにも多分普通に水が入ってきましたね。もう今絶望的な気持ちです。屋根下でやってたんですけど、結構雨当たっちゃってポリエステル樹脂と水分が変な化学反応を起こしてなんか白っぽくなってます。ここから挽回できるんですかね。車庫タイヤです。とりあえずちょっとヒートガンでも当てて、意味ないと思いますけど、ちょっと水分飛ばすようにちょっと試みようかな。意味あるのか分かんないですけど、すごい。一応ガラスマットを貼り終わったところです。どうですかね、ちゃんとフラットにはなってないですね。でも一応自分のもう気力と体力を全部使い尽くしてガラスマットをもう全部貼り終わりました。あとはですね、ハケでまた形を整えてフラットにしていこうと思います。昼ご飯も食べずにずっと今やってて、一旦お昼ご飯食べようと思います。はい、お昼ご飯食べ終わりました。お昼ご飯食べたらもう一気になくなりかけてたやる気と気力と体力が戻ってきました。今どんな状態かというと、硬くはなってきてるんですけど、まだちょっとベトついてる感じですね。完全に乾いてからパテを持っていきたいんですけど、もうちょっとこの日光に当てて乾かしたいと思います。もう前回の動画でここはもう無視しようかなって思ってたんですけど、ちょっとやる気が戻ってきたのでちょっとパテでここ寝ました。乾かしてる間にちょっと時間がもったいないんで、最終的にあれ塗装してダッシュボードだけがピカピカになってるとなんか変な感じになると思うので、他の内装パーツも一緒にその時に塗装しようかなと思いまして、綺麗にしたり塗装がしっかり乗るように足付けをしていきたいと思います。それでは軽く足付けと掃除やっていきます。600番でやっていきます。は
はい、一応もう1時間以上乾かしてだいぶ硬くなってきて、もうペトつきとかもほとんどないので、このまま一旦微妙に盛り上がってるとことかを削って、削りでだいたい均一にしてからパテを持って、表面をフラットにしていきたいと思います。一旦削ってみたんですけど、結構高低差があって、パテ盛り結構また大変な作業になりそうな気がしますね。雨に濡れたりした割には無事ちゃんと乾いてますね。とりあえず塗ってみようと思います。パテを結構パテ塗らないといけないかなと思うんですけど、もう仕方ないことなので頑張ります。とりあえず1回目のパテを持ってみました。パテを削っていきたいと思います。とりあえず1回目研ぎ終わったんですけど、1回目にしてはかなりいい感じですね。面がいい感じに出てますね。2回目でだいぶいい感じにまだできるんじゃないでしょうか。2回目のパテを塗っていきたいと思います。はい、今日一日の成果です。今日は朝からこのデフロスターカバーを作るために、ここに FRP を何層にも重ねてパテを1回持って2回削り終わったとこですね。だいぶ綺麗にはなってきたかな。はい、今日の成果はたったのこれだけです。いやー、これはあと 1,2 回パテして綺麗にして、本来つく大きさよりも大きめに出来上がってるので、これを同じ大きさにトリミングして、フロスターからの空気がこう通れるように穴を開けて塗装して完成っていう流れですかね。ガラスマットを貼ってから今3日経ってるんですけど、あの後1回パテを軽く持って今の状態です。で、昨日の夜とか今朝雨降ってカーポートの中も濡れてるので、机の上に乗っけて傘を上げて作業していきたいと思います。ラストパテが乾きましたので、これをまたきれいに削っていきたいと思います。だいたいこんな感じで研ぎ終わりました。綺麗になったんじゃないですかね。やっぱり多少デコボコはあるんですけど、この辺で満足というか妥協したいと思います。ではちょっとこれを剥がしていきたいと思います。お、外せた。気持ちいい。アルミテープを剥がし終わりました。めっちゃいい感じですね。裏面はこんな感じです。一旦ちょっとこの周りのいらない部分を大まかにトリミングしていこうと思います。近くで見るとこんな感じのようです。皆さんもチャンネル登録はされましたよね。僕はしました。力入れても簡単には折れないぐらい
頑丈です。いやー、いい感じですね。When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? 現時点で大まかに削ってはめたらこんな感じですね。いやー、いい感じだ。あとはここからさらに周りを点に沿って綺麗に削っていきたいんですけど、まあここがかなり難しいところですね。成功するか失敗するかでだいぶ見栄えが変わってくるので、ここからは慎重に削っていこうと思います。